今、うちのトイレットペーパーが全て切れていて非常にスリリングな時間を過ごしています。で、トイレットペーパーを買いに行くよりも先にこの動画を回しています。皆さんこんにちは、ときまるです。今日は物を減らしたら収入が増えた5つの理由を私自身、クリエイター的な視点から話していきたいと思います。現代において物を持つこと、増やすことはかつてのように豊かさの象徴ではなくてコストであり、むしろリスクになってきています。それがこれまでのミニマリズム、ミニマリストブームみたいなところに現れていると思うんですけど、僕自身がバッグ一つに収まるようなものでエクストリームなスタイルを取り始めてから収入が増えたのは偶然ではないと思ってます。ミニマリズム的な考えを取り入れるようになってもう10年ぐらい経つので、一概にどれくらい増えてるかっていうのは言えないんですけど、ざっくり会社員だった頃の収入から比べると3倍から4倍くらいにはなってると思います。物を減らして収入を上げて自分の人生の主導権を取り戻したい人はぜひ最後まで見てください。一つ目は損益分岐点が劇的に下がり仕事を選べるようになったことです。これは結構直接的な理由なので分かりやすいと思います。で、損益分岐点っていうのは基本的に固定費ですね。つまり収益、可処分所得は固定費を上回ったところから算出できます。なので自分の収入に対して固定費が低ければおのずと収入は増えるということになります。で、物をバックパックに収めるまでに僕の場合は65個から70個くらいなんですけど、それくらいまで減らすとまず家が小さくて済みます。家賃という最大の固定費を下げることができて、それに加えて車とかですね、あとはもちろん家のローンとかそういうものを手放すことによって固定費をガクッと下げられる。それ以外に部屋が小さいと高価な家具とか大きな家具をそもそも置くことができないので、そのあたりに使う予算がなくなります。服を収納するクローゼットもなくなるので物を増やすことにもなりません。で、損益分岐点の低さはそのまま自分の人生の自由さにつながると思っています。つまり生活、生命と言ってもいいでしょう。生命維持のために必要最低限の金額、収入を知っておくってこと。四隅大輔さん的に言えばライフコストみたいなものだと思うんですけど、それを下げておけば仕事をする量を減らせます。そして食べるために無理して引き受ける仕事も引き受けなくてよくなります。単価が安かったり自分がやりたくない仕事は全て断っていく。そして自分の価値観に合う仕事や自分のスキルや人脈や実績になるような仕事を選ぶってことができるようになります。その結果として単価の高い仕事だったりとか質の高いアウトプットを求められる仕事に集中できて、おのずと自然と収入は上がっていくという仕組みです。で、僕はクライアントワークを手放しているってことは何度か話していますけど、クライアントワークを手放すとまず短期的には収入は下がります。ただ先ほど話したように資産性の高いような仕事、レバレッジワークをすることによって長期的には収入が上がっていくということが起きます。これがまず一つです。二つ目は時間という最大の資産を取り戻すことができたということです。物を所有するということはあなたの時間を着実にゆっくりと奪い続けています。まず買う時間、そして探す時間、選ぶ時間、掃除する時間、メンテナンスをする時間、そして捨てる時間、売る時間。もう買ってから売るまで全て時間をゆっくりと奪い続けています。クリエイターにとっては時間というのは作品を生み出すための唯一の資源です。つまり何かを作るためには時間が必要であるっていうこと、時間に最も重きを置くっていうこと。物を大量に手放し始めると、このような浮いた時間というのが浮き彫りになってきます。そのような浮いた時間を創作とか企画とか投資とか自分のレバレッジワークに全てつぎ込みます。僕の例で言うと執筆とか撮影とか学習、そして思考すること、そのような高付加価値な創造活動に全てつぎ込んでいくっていうことですね。それは物を減らしてできた時間を自分自身に再投資するということでもあります。物を作る時間ができたことでアウトプットの質と量が増加すれば収入も自然と増えます。三つ目は集中力が高まったことです。これは言い換えれば認知的リソースを解放するということでもあります。自分のメルマガでもよく書いてるんですけど、僕自身は SNS の数とか使うプラットフォームの数をこれまで減らしてきました。つまり物を減らす過程で情報とかアプリとか SNS とかそういうものも同時に減らしてきたということです。その結果、自分が作るものとか自分の発信に集中できるようになって外部のアルゴリズムに依存することがなくなり、長期的な収益設計ができるようになりました。これは過去にデジタルデトックスの話でも何度もしてるんですけど、やっぱり SNS というのはアテンション、自分の集中を奪います。で、一度ハマり込んでしまうとそれは習慣化してもう常に奪い続けるということになってしまいます。物自体もやっぱり物理的ノイズになるんですけど、そういうアプリとかも物理的なノイズになって、それは自分の精神を知らぬ間に蝕んでいきます。そして集中力がそがれて作る気力がどんどん失われていくことになります。エクストリームなスタイルのミニマリズムがもたらすものは何もない空間、
余白です。自分の部屋とか作業スペース、そして PC の中身とか、そういうワークスペースの余白をたくさん作ることによって、今ここに集中できるような力が高まっていきます。その状態でようやくディープワークを行うことが可能になります。ディープワークが可能になってから朝のルーティンがようやく組み立てられるようになる。過去に自分の朝のルーティン話してますけど、あれができるようになったのもまず物減らし、そして SNS 減らしがあったからだと思っています。それが先ってことですね。自分の仕事に集中するため、ディープワークをなすためには、まず物減らしとかアプリを減らすことが先決だということですね。4つ目はリソースの投資先を物から経験、あるいはスキルにシフトしたということです。これどういうことかというと、自分がたくさん物を持っていた時は、得た収入で例えば機材を買いまくるとか、写真集を買いまくるとか、そういうことによって物を増やすことによって自分の技術とかスキルを上げようとしていました。その時は新たなものに触れたい、手に入れたいっていうような欲望とか好奇心があったんだと思います。欲望や好奇心があること自体を悪いことだとは思わないんですけど、でもその中には単純な物欲みたいなものも含まれたりします。で、そのような物欲から解放されると、先ほど話した可処分所得の使い方が変わってきます。やっぱり多くの人が消費として新しいガジェットとか服とかギアとかを買うようなところを、僕はなるべく投資に回すようにしてます。で、その投資というのは金融商品、金融投資だけではありません。経験だったりとか、スキルだったりとか、健康への投資もそれに含まれます。経験やスキルという意味では2年前にアシュタンガヨガを始めました。で、単発チケットのクラスに行くのではなくて、最初から RYT の資格を取れるようなコースに入りました。結構なお金をかけて。でもそこで集中して体系的にアシュタンガヨガを学べたおかげで、つまりそこに投資できたおかげで、今の健康だったりとか、集中する力とか、そういうものを全て身につけることができました。そしてそこで得たものは今の生活にも組み込まれていて、確実に役に立っています。で、スキル的なところで言えば、前回新しい PC への移行にだいぶ苦戦したんですけども、やっぱりそのコンピューターを使ってコードを書くとか、文章を書くとか、動画を編集するとか、そういう風なスキルっていうのは、一度身につけてしまえば、物よりも長く持ちます。そしてその明らかに学習するために使った時間というのが、後で回収できるような収益として上がってきます。そしてこういうことは全て自分自身のクリエイターとしての引き出しを増やしながら、独自性を高めてアウトプットの質とか量を上げるようなことにつながっています。物というのは、買った瞬間にセカンドハンドになって価値が下がりますけど、経験とスキルというのは、使えば使うほど価値を増していきます。そしてその価値が収益として返ってくるっていう、そういうイメージです。最後はフットワークが上がり、チャンスをつかめるようになったということです。過去に旅行中に高城剛さんの話をしてるんですけど、高城剛さんがハイパーノマドであるように、物を持たない最大の利点というのは機動力になります。僕の主な持ち物、つまり全財産はバックパック一つに収まります。これは何を意味するかというと、例えば明日、今からバリ島でモーニング娘。のほうほら一行勢のあなたの PV 撮るからバリ島に来いって言われたら私は飛ぶことができるんです。私の近い将来の夢である道玄坂をモーニング娘。のザ・ピース、ほうほら一行勢で私が先頭になって下っていく、そして周りにみんながついてくるっていうようなそういう PV。もちろんバリ島に道玄坂はないわけですけども、それでもね、明日日本のどこかで、あるいは世界のどこかで面白いプロジェクトがあるから来いって言われた時に、私はすぐバックパック一つで飛ぶことができます。それから引っ越しに関しても気分次第で明日引っ越すこともできるし、例えばこのマンションが取り壊しになったりとか、浸水したりしてすぐ出ていけって言われても出ていくことができます。そして家財などの資産がほとんどなくて、バックパックに全て収まるので、浸水とか火災とかそのようなリスクから受けるダメージがほとんどありません。たとえバックパックごと全てを失ったとしても、PC とカメラだけ買い戻せば僕の仕事は全てできてしまいます。このようなフットワークの軽さというのは現代においては非常に強い武器になると思っています。物理的なものに縛られた人は何かチャンスがあってもすぐ動くことができません。クリエイターとしてインスピレーションを求めてすぐに移動できること、何か面白いことをやっている人たちに会おうと思えばすぐに会いに行けること、そのような機動力は中長期的に大きな収入をもたらしてくれる種となります。はい、ということで今日は物を減らしたら収入が増えた5つの理由について話してきました。簡単にまとめると、物を減らすということは節約が目的ではありません。それは自分自身の限られたリソース、つまり時間や集中力やお金や機動力、そのようなものですね。そのようなリソースを物という負債から解放して、自分自身という最大の資産に最
投資する、集中投資するということです。物を減らすこと、所有をミニマルにしておくことは、逆に思考を最大化して、結果的に人生の主導権を自分に取り戻すことにつながります。クリエイターの価値というのは、その人自身の作品、結局はアウトプットで決まると思います。そういうわけで、まずは物を減らし始めること。物を減らせば確実にあなたの収益は上がっていきます。このチャンネルでは、少ないものでより作っていく。ミニマリズムの哲学や創作のアイデアを発信しています。何か物を作っている人、作りたい人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さらに深い内容や実際的な数字を知りたい方は僕のメンバーシップ、コアメンバーシップを購読してください。それから週に1回、毎週金曜日には近況報告やジャーナルのサマリーを書いたニュースレターを発行しています。そちらは無料で登録できますのでぜひ確認してみてください。あと最近はポッドキャストでもブツブツと話しています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。